短期集中型のトレーニングが体に良くないか、理由をいくつか挙げていきたいと思います。1つ目、筋膜筋肉の癒着が考えられます。ですね、筋肉が肥大する過程で、マイクロティアってちっちゃい裂傷なんかが起きて、それが修正される過程で筋肉が、大きくなっていくっていうのは皆さんご存知だと思うんですけれども、その過程で必ず筋膜の癒着とか、そういったことは生まれます。なので筋トレをする時っていうのは必ずそういったことを考慮してやっていかないといけないんですね。で、動いてる時はその動きによって筋膜の癒着とかが剥がれたりとか、自然にそのスムーズな輸活運動ができているので、癒着とか起こりづらいんですけれども、問題は急激な運動をした時に、そうした筋膜とか、癒着しますよね。ただそれでダンと運動をやめてしまった時に、じゃあ今までは動いてるからその中でいろいろそういった筋膜の癒着とかが防げたりとか、輸活運動でうまくスムーズにできてるものがいきなりなくなってしまうので、そこでガッと固まってしまうんですね。で、筋肉の筋繊維の数っていうのは基本的にあまり変わらないので、肥大した筋肉がまたガッと縮むんです。で、その時にその癒着がどんどんひどくなるんですね。ということはどういうことになるかというと、継続的に筋トレとか継続的に運動とかを続けてればいいんですけれども、そんなインテンシブな急激な運動っていうのをずっと続けるのってほぼ不可能だと思うんですね。そのためにやめた後にどうしてもその筋肉の膠着、筋膜の癒着っていうのが生まれてしまうんです。なので、例えばその急激な筋トレをするなとは言いません。ただした場合には必ずうまくテーパーダウンしていかないといけないんですね。いきなりスパンとやめるとそういった問題が多々生まれます。2つ目、関節への負担っていうのを考えられます。っていうのはですね、やはり、例えばですけど、高負荷の運動をした時っていうのは絶対関節に負担はかかりますよね。で、しかも今までちゃんとトレーニングだとか運動に携わってちゃんと体土台作りができていれば、もちろんその関節とかもある程度ストレスに耐えられるようになってるとは思うんですけれども、大抵の場合がゼロからいきなりスタートだと思うんですね。で、そうした場合にやっぱり軟骨とかもそこまで強くなかったりとか、骨的にもそこまで強くなかったりとか、またはその人体とか筋肉が入ってる腱とかの強さっていうのもそこまで強くなかったりするわけですよ。それをいきなりじゃあガンと運動量を上げてしまうと耐えられないわけですね。筋肉などは代謝が早いのでついていけることはできると思うんですけど、残念ながら関節、軟骨、人体、腱っていうのは代謝が非常にゆっくりなので、あそこまでそのガンと上げてしまうとどうしてもその再生に時間がかかったりとか、強くなるまでに時間かかるので、その間にダメージを受けるんです。で、怖いのはそのやってる時っていうのは感じないと思うんですね。軟骨なんかはその痛みのセンソリーファイバーっていうのがないので感覚はないんです。なんでやってる時はイケイケゴーゴーでそのアドレナリン全開で痛みなんかも全然感じないでやってると思うんですけど、問題が起きるのは必ず1年2年後3年後または10年後なんですね。そういったところでちっちゃなやっぱり擦り切れとかダメージがやっぱり蓄積されたりとか、長い年月をかけてやっぱ5年後10年後に出てきたりとかするケースというのは非常に多いと思います。なので私は2つ目の理由としてあまり進めないです。3つ目、急激な運動によって生まれた筋肉の肥大化っていうのはまた急激にまたすぐ下がるんですね。残念ながら筋肉の繊維の数っていうのはそこまで変わらないんですね。それはもうある程度遺伝で決められた範囲でしか動かないんです。で、筋トレをした時に何が起きるかって言ったら筋繊維の肥大が起きるんですけど、筋繊維の肥大っていうのはやってる時はいいんですけれども、やらなくなったらまたすぐしぼむんですね。なので一過性のトレーニングで肥大したものっていうのはトレーニングをやめるとすぐなくなります。っていうので、じゃあ何を目指すかによると思うんですね。例えばボディビルダーになりたくてもうね、いい体、いい体なのか分かんないですけどボディビルダーみたいに筋肉ムキムキになっていきたい、それが自分のステータスなんだっていうんであれば、そのトレーニングをやっぱり継続して続けていかないといけないんです。じゃないと保てないんですね。じゃなくて、それはそれで私はボディビルダーとか否定するわけでもないですし、それはもう見た目でそれがかっこいいと思ってる方、それでいいと思うんです。ただ勘違いしてほしいのは、それと健康を結びつけないでほしいんです。筋肉量が増えることは
必ずもって僕は健康だと思わないんです。もちろん常識範囲でちゃんとあった方がいいと思うんです。ね、弱すぎるとか問題なんですけど、それ以上の筋肉っていうのはあっても害にはなると思うんですね。必ずしもボディービルダーが健康だとも言えないですし、必ずしもボディービルダーがスポーツが上手だとも必ず言えないですよね。なので筋肉があればいいっていう考え方っていうのは基本的に捨てた方がいいと思うんです。最低限の筋肉があって、それを最大限生かして効率よく動くっていうのが最終目標だと思っています。